ご視聴ありがとうございます。今回は JR 西日本が抱えるとある路線のご紹介です。残存率が 1.4% まで低下した103系が走る一見1日に往復の路線の意外な混雑ぶりとその理由、そして黒字のはずの路線にちらつく廃線危機を解説します。意外と重要な謎のミニ橋梁と近くを走る地下鉄との関係性にも注目です。ここは神戸市の中心、JR 三宮駅です。東海道線のうち大阪駅から神戸駅までの愛称である JR 神戸線が乗り入れるこの駅、日曜の午後ということもあって、駅構内は結構混雑しています。この駅には一部の特急を除くほぼ全ての列車が停車します。時刻表もこの通り、色とりどりの数字がびっしり並んでいます。この三宮駅の周辺には、阪急、阪神、神戸市営地下鉄、そして新交通ポートライナーの駅が集まっており、交通の要衝となっています。これらは、今回ご紹介する路線に関わってくる部分です。JR 神戸線の快速に乗ります。最速達種別の新快速に乗りたいところですが、新快速は今回乗る路線と接続する駅には止まりません。およそ7分で3駅目の兵庫駅に到着です。この駅が今回ご紹介する路線の起点となる駅です。ただし駅名板からは他の路線と接続しているようには見えません。発車する列車を見送り、目的の路線の乗り場を目指します。2面4線の単純な構造の駅かと思いきや、下の中2階にあるコンコースには、和田岬線専用と書かれた生産機が設置されています。このコンコースの横にへばりつくように設けられた改札こそ、今回ご紹介する JR 和田岬線の専用改札なのです。この先には和田岬線の乗り場しかなく、駅の出口はないため、改札機にもその旨の掲示があります。改札機の横には、和田岬線の切符はここで回収されますとの文言と、列車運転時間帯以外のホームへの立ち入りは固くお断りいたしますと書かれた掲示が。その右側にある掲示には、入場開始時刻の記載があります。多くの路線が集まる三宮の3駅隣にしては、随分と遅めに見えますが、そもそも入場開始時刻が朝と夕方にそれぞれあるのはなぜでしょう。その鍵の一つが、この駅の時刻表にあります。7時21分の列車の次は17時15分。1日2本しかない超閑散路線です。そのため、夕方の下り列車が発車した後、入場改札は閉鎖され、日が沈まないうちから入場することができなくなります。一度出場してしまうと、再び中には入れないというわけです。なんだか癖のある感じが伝わってきますが、一方左側には、このような掲示まであります。公衆輸送の撮影とは、一体どういうことでしょうか。いろいろ気になるところですが、一旦改札内に入ります。ただしこの場所、改札内なのか改札外なのか、少々曖昧な場所でもあります。その理由は、終点についてから解説します。中2階というだけあって、右の高架よりは低く、地上よりは高い微妙な高さ。そして、長めの通路の先にいる、スカイブルーのあの車両。そう、全国でも数を減らしてきた、103系です。座席のモケットなどは JR 西日本仕様になりましたが、天井では扇風機が回り、広告が全くないのと合わせ、一昔前のレイアウトがよくわかります。かつては15両で運行されていた路線もある103系ですが、和田岬線を走るこの編成は6両編成です。隣の車両の床面には、モーターを点検するためのトラップドアもあります。この編成は両端が制御車で、中間4両にモーターが積まれています。床面のあちこちに継ぎはぎをした跡があり、満身創痍な感じが漂いますが、隣の車両はそうでもありません。また、6両編成ではあるものの、手前の3両は連結面に窓があったのに対し、奥の3両には窓がありません。この6両はすべて運用開始から関西地区で運行されてきた車両ですが、仕様は少しずつ異なっています。国鉄時代、12年間で3447両が製造され、一時代を築いた103系ですが、後継車両に置き換えられる中で数を減らし、現在の残存率は 1.4% にまで低下しています。西日本や九州の限られた路線でしか運用されておらず、和田岬線はその一つというわけです。一方、
同じく103系が運用されている筑肥線の動画は前後編でお届けしていますので、概要欄からぜひ見てくださいね。というわけで、先頭車両までやってきました。この辺りのホームには屋根がなく、建物の影も落ちてきません。和田岬線の車両は京浜東北線などと同じ塗り分けで、先頭のスタイルも普通の低運転台仕様なので、昔懐かしい国鉄の香りが漂います。運転台もこの通り、懐かしさ全開です。この編成にも延命工事がなされ、国鉄時代そのままとはいきませんが、他の路線の車両は塗装や見た目が独特なものが多いだけに、貴重な103系となりました。残り少ない103系とだけあって、写真を撮る人の姿は見られますが、車内も含め、乗客はまばらです。1日2本の運行で利益が出ているようには見えませんが、実はこれは、和田岬線の仮の姿。和田岬線は、曜日によってダイヤが全く違います。休日は朝夕1往復ずつ、土曜は朝夕6往復ずつ、平日は朝7往復と、夕方10往復。ここに、この路線の特徴と役割が現れています。和田岬線の全体像がこちらです。この路線が開業したのは、1890年、明治23年のこと。鉄道建設のための資材を輸送するために開業した路線であり、正式には神戸から西に伸びる山陽本線の支線です。敷設された経緯の関係上、貨物輸送のための支線を有しており、それらの路線は海岸に広がっていました。兵庫駅には広大な貨物ヤードがあり、路線の複数の場所に支線が伸びていることからも、貨物輸送に重きを置いた路線であることがわかります。ただし先ほどのカットにもあった通り、貨物ヤードはマンションなどに生まれ変わり、支線もほぼ全てが姿を消しています。現在の和田岬線の主軸は、貨物輸送ではありません。途中で分岐していた支線や終点から伸びていた線路は廃線になり、現在では、兵庫和田岬間の 2.7 キロのみの路線となっています。兵庫駅の起点側では、2本の線路が合流していますが、その先はすぐ行き止まりで、列車はここまでは来ないようです。一方、下り方を見ると、ダブルクロスポイントを経て、右側の線路は上り勾配で山陽本線の下り線につながっています。和田岬線の沿線には車庫がないため、運用される列車はこの線路を経由して回送されてくるのです。一方、左側は、左に向かってきつめのカーブを描いています。路線自体は単線のようですね。なぜか中2階にある、他より一段低いプラットフォームの謎が、この先に隠されています。まだお見せできていなかった平日朝の様子と合わせて、先へと進んでいきましょう。こちらが平日朝ラッシュの様子です。兵庫駅のホームには、6両編成の先頭部まで人がぎっしり並んでいます。発車前の和田岬行きはほぼ満員で、車体から体がはみ出ているドアもあります。この路線ではワンマン運転は行われず、すべての列車に車掌が乗務していますが、運転士も身を乗り出して安全確認を行います。和田岬線の利用客は、和田岬駅周辺の工場などで働く人々。曜日によって本数が大きく違うのは、和田岬線が通勤需要に特化した路線だからです。また、それらの工場が和田岬駅周辺にあるため、朝は下りの和田岬行き、夕方は上りの兵庫行きが混雑しており、逆方向への乗客はほとんどありません。この列車は最後尾まで通勤客を満載し、兵庫駅を発車です。朝の下りは混みすぎるのと、大半の区間で逆行になるので、夕方の列車の映像で和田岬駅まで向かいます。ダブルクロスポイントを抜けて下り勾配になり、左カーブで地上に降りていきます。和田岬線の高架は兵庫駅周辺のごく短い区間のみで、それ以外は地上を走ります。そして右側に分岐する線路は、大手鉄道車両メーカーの一角をなす、川崎車両の兵庫工場へつながる線路です。カーブの途中にあるとはいえ、意外なことにこちらが分岐側となっているようですね。この工場で製造された車両は、和田岬線の線路を通って兵庫駅まで機関車に牽引され、そこから全国各地へ旅立っていくというわけです。兵庫駅の起点部分にあった線路の合流部が機関車を付け替えるためで、ホームが一段低かったのは、勾配を分けて機関車への負荷を減らすためでしょうか。
かつて左に伸びる支線があった S 字カーブの手前で、列車は速度を上げていきます。沿線丸ごと工場地帯というわけではなく、マンションもありますね。列車は小さな橋梁に差し掛かります。この橋梁が渡っているのは運河であり、この運河の存在は後々の話に関わってきますので、覚えておいてください。そして右側にあるのが、かつて存在した金棒前駅の跡地です。戦後間もなく休止になった後、1962年に廃止され、ホームの土台の一部だけが残っています。ここでチャイム音が響きます。終点の和田岬は行き止まり式の駅なので、速度制限が随所にあり、かなり手前から段階的に速度を落として入線していきます。なるべく巡航になるよう撮った全面展望のフルバージョンも近日公開予定なので、少々お待ちください。再び朝の光景に移ります。下り方を見ると、線路左側の土地がさらに左に膨らんでおり、線路が分岐していた様子がわかります。なお、和田岬駅は、1945年2月まで、あの道路のさらに奥にありました。この駅では、列車の発車ブザーは車掌がホーム上の機械を使って鳴らします。この機械も他の駅ではあまり見かけないタイプのものですが、一面一線の単純な構造のこの駅では、それに反してユニークな取り扱いが目立ちます。列車が出たところで、駅構内を進んでいきましょう。朝の上り列車はガラガラなので、駅構内で列車を待つ乗客の姿もありません。出口はホームの端にありますが、屋根はホームの中央にあります。ここから先、ひたすらホームだけが続くのかと思いきや、出口は一番端だけでなく、ホームの途中にも、ところどころに小さな階段があります。線路の奥以外にも工場などがあり、すべての通勤客が一番端まで行くわけではないのです。その反対側には、このようなご案内が。そう、この和田岬駅には、改札がないのです。切符は兵庫駅の乗り換え改札の時点で回収され、IC カードの場合は、兵庫駅の乗り換え改札にタッチするだけで、自動的に和田岬線の運賃が引かれます。ホームの端までやってきました。6両の停止位置限界を示す標識があり、結構停止位置はギリギリなようですね。通常は103系の6両編成で運行されている和田岬線ですが、ホーム上には2から4両までのマークもあり、異なる両数の列車も走れるようになっています。ちなみに右側に見える昇降台は、乗務員がホーム上の混雑を避けて移動するためのものです。朝の列車から降りる乗客の様子がこちらです。先頭車両が混雑していたのも、これなら納得ですね。なお、120メートル余り先の出口まで人がはけるまで時間がかかるので、車内で人がいなくなるまで待ってから列車を降りる乗客も多く見られます。列車本数が多くないとはいえ、あれだけの超満員なら、それなりの儲けはありそうです。むしろ通勤時間帯以外には列車を運行しないと割り切っているので、逆に収益効率は良さそうですね。駅の外に出て、先ほどの運河の方へと進みます。途中には幅の広い道路とそれを渡る踏切があり、物々しい雰囲気が漂ってきます。都市部では高架化工事が進み、こうした幅の広い踏切は数を減らしてきただけに、一昔前の雰囲気が際立ちます。和田岬駅から1キロ足らず、あの運河の場所にやってきました。川幅が狭くなった場所にかかる小さな橋梁には、全面展望ではわかりませんでしたが、中央に橋脚が立っています。このくらいの川幅であれば直接橋を架けられそうですが、この橋脚には意味があります。実はこの橋、かつては旋回橋といい、中央の橋脚を軸に回転する構造になっていたのです。運河を航行する船が足止めされないよう、船が通るときだけ90度回転していたというわけです。日本最初の旋回橋でしたが、その後船舶が大型化し、ここを通るのが物理的に難しくなったこともあり、旋回橋は固定され、現在に至っています。川幅が狭くなっており、橋桁も低い場所にあるため、船が通ることはできません。橋梁の前後にある築堤のために、この部分だけ運河の幅が極端に狭くなっているのがわかります。そしてこの場所が、和田岬線にちらつく、不穏な未来の理由の一つなのです。実はこの和田岬線には、廃線話が浮上しています。その理由の一つが、
神戸市が去年10月に公表した資料です。海が近い神戸市では、和田岬線沿線のエリアにおいて、運河沿いのまちづくりプランを策定しています。その中で、和田岬線の線路を歩行者専用通路とすることが検討されています。神戸は南北を海と山に挟まれており、和田岬線の線路からは、北にそびえる山々が見えるのです。また、運河沿いに歩行者専用通路を設けることも検討されていますが、このプランにおいても、和田岬線との交差部分がネックになります。資料では、和田岬線が廃線となった場合、といった書き方をしていますが、街づくりのプランで勝ち合う和田岬線を何とかしたいという思惑が透けています。そしてもう一つの理由が、この資料にも載っている、神戸市営地下鉄海岸線の存在です。2001年に全線開業して以降、利用者数は当初の予想を下回り続け、赤字に苦しんでいる路線です。ホームは6両分ありますが、列車は4両編成で運行されており、両数が増える見通しも立っていません。もともと JR 線と海岸に挟まれて駅制圏が狭いこと、阪神大震災をきっかけに沿線人口が減少したこともありますが、起点となる三宮、花時計前駅は他の路線から離れた場所にあり、利便性が低いのも難点です。なお、三宮から和田岬までは JR が200円なのに対し、地下鉄海岸線は240円と地下鉄が割高になっています。こうした事態を前に、神戸市としては和田岬線を廃線にして地下鉄へのシフトを促したいようです。ただし和田岬線は赤字路線というわけでもなく、JR 西日本には廃線にする理由はありません。また、神戸市の歩行者通路プランは兵庫駅が起点ですが、途中で分岐する川崎車両との出入りをどうするかという問題も残ります。街づくりのためとはいえ、廃線にするのであれば、多くの関係者との協議が必要です。今すぐ廃線にはならなそうですが、難しい問題も抱えており、貴重な103系が走る路線なだけに、早めに乗っておいた方が良さそうです。ご視聴ありがとうございました。